さあ続いては詐欺のそうですね、昨日のニュースでもお伝えしましたけれども、北海道で過去最悪の4億600万円の被害が出るなど詐欺が今深刻化しています。そんな中、今月撮影された非常に貴重な映像が入りました。こちらをご覧ください。事情聴取ですが、双方向の音声と片方の映像による方式で行って、全過程録音録画することで法的な効力を持つものとなります。よろしいですか？警察官になりすました男がビデオ通話で詐欺を働く実際の映像、動画として残る貴重な記録です。このような事件が北海道でも急増しています。老後のための資金だったのが、なくなったという。およそ370万円を騙し取られた北海道の男性。警察を装った詐欺被害だけでも今年の春までに道内で男女合わせて30人、去年のなんと10倍に達しています。北海道における本年の特殊詐欺の被害は過去最悪のペースとなっております。その中でも新しい手口が確認されています。ちょっと待ってください。何もしてません。今年北海道で実際にあった新たな詐欺の手口、その狙いは現金ではないあるものでした。番組ではその事件をもとにドラマで再現、巧妙化する驚くべき手口とその対策に迫ります。これは北海道で実際にあった事件です。誰だろう。もしもし、斉藤ですけど。斉藤一郎さんのお電話でお間違いないでしょうか？はい、そうですが。警視庁捜査二課の近藤と申します。警視庁ですか？はい、あなたの口座がマネーロンダリングに使われています。マネーロンダリング？はい、あなたはその容疑者です。容疑者って私何もやってませんよ。スタジオの2人は聞いたことがありますか？マネーロンダリング、この言葉はね聞いたことある。一体何なんでしょうか？マネーロンダリングとは、犯罪で得たお金を銀行口座への送金などを繰り返すことによって出所をわからないようにして、捜査機関による検挙やお金の没収を免れるための行為を言います。資金洗浄とも呼ばれています。複数の銀行や仮想通貨などを経由することでお金の流れを複雑化し、捜査から逃れようとするマネーロンダリング。この一本の電話が悲劇の始まりでした。何なんですか？何もしてませんよ。どうしたらいいんですか？捜査のために現金の番号を調べる必要があります。一つの口座に現金を集めて、そのお金で金塊を買ってください。金塊ですか？はい、金塊は取りに行くので車の下に置いておいてください。金塊の代金は後で振り込んでおきますので。どういうことだよ、容疑者って。身の潔白を証明するために男性は銀行でお金を下ろし、指示されるまま貴金属店へ。お待たせしました。こちらになります。はい、ありがとうございます。およそ900万円分の金塊を自宅にある車の下に。するとその直後、あの人かな。
全身黒ずくめ30代くらいの男が金塊をリュックに入れて持ち去っていきました。その後も警視庁を名乗る男から残りの金を金融庁に送金しろと言われ、指定された口座にお金を振り込みますが、その後事件が発覚。総額1000万円以上の詐欺被害に遭ってしまったんです。さて、ここからスタジオには北海道警察本部の西中警部にお越しいただきました。西中さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。 VTR でご紹介しましたのは北海道で実際にあった事件です。警視庁の職員を名乗る男、そこから1本の電話がかかってきました。あなたの口座がマネーロンダリングに使われていて、あなたは容疑者ですという電話で、男性は焦って金塊を購入してしまったということです。西中警部、まずこういった特殊詐欺というのはやはり電話がかかってくるということが多いんでしょうか。はい、その通り電話が多いです。はい、1本の電話から全てが始まるんですが、ではそもそもかかってきた電話が本物の電話か、それとも偽電話なのか見抜く方法というのがあるんです。こちらです。特徴としてはこのプラスから始まるというのが大切ですね。はい、警察官を装った詐欺ではですね、プラスから始まる国際電話番号で、警察がよく使う0110の番号を表示させる手口が多く、怪しい番号なので詐欺電話と見抜くことができます。末尾が0110、これは警察でも使っている数字なんですけれども、プラスがつくので国際電話、海外から発信してきた電話だということが分かるので、この画面が表示されたら福永さん、やっぱりちょっと怪しいなと思いますね。そうですね。あと、すみません、西中さん、そもそもその警察から直接こういう携帯電話に電話がかかってくること自体はあるんですか。はい、例えば落とし物が届いている時ですとか、そういった可能性はあります。かかってくることはあるけど、そのプラスに気をつけてください。はい、ただ実はこれは今までの話なんです。今どうなっているかと言いますと、プラスさえなくなってきているということで、新たな手口が増えています。何が危険かと言いますと、これちょっと難しい言葉なんですが、スプーフィングという手口が増えてきている。これは信用させる罠なんです。どういったことかと言いますと、実際の警察本部や警察署の電話番号を偽装表示させるというものです。このようになります。西中警部、画面上にはどのように表示されるんですか。はい、最近多いんですけれども、実際の警察本部、警察署の代表の本当の番号を偽装表示、させるような手口で、それで信用させて騙すというような行為になります。携帯の機能によっては本物の公的な番号ですから、この画面のように丸々警察署と表示されてしまう可能性もあるんですね。でもそれもそのはず、本当の番号からかかってきているわけなんです。ちょっと待ってください。なんでその詐欺グループがこんな本当の番号を表示して電話をかけてくることができるんですか。はい、技術的に断定できるほどの情報はないんですけれども、何らかのアプリケーションだとかを使ってですね、番号を偽装表示させているということが考えられます。今度本当の番号だったら、じゃあ仮に一回電話切って自分で調べても、本当だと思っちゃうの番号だったっていうことですよね。これは警部、何か対策のしようというのはあるものなんでしょうか。はい、番号では判断がつきません。ただこうした警察を語った手口ではですね、まず電話でいきなり逮捕するだとか、あなたに犯罪の容疑がかかってくるということを言ってきますので、そういったようなワードが出たら詐欺を疑って一度切ってかけ直していただければと思います。怪しいと思ったら電話をかけ直す、かけ直した先はこれは本当の警察につながるわけですもんね。本物の番号ですから。それがなんか本当不思議ですよね。その詐欺グループにはつながらないんですね。つながらないということですね。だからかけてくる元を詐欺として騙してかけてきているということなんですね。さて VTR でもう一つ気になった方もいらっしゃると思いますが、なぜ今お金を振り込んでくださいではなくて金塊を買ってくださいって言われているのか。 VTR があります。ご覧ください。騙された人がお金を振り込もうとすると、銀行員が何の振り込みですかと声をかけて詐欺を瀬戸際で防ぐケースがあります。これはもう対策として今行われています。ありがたい対策ですけどね。ですから犯罪グループが目をつけたのが今度は金だったんです。10年前の相場が1グラムあたり約5000円前後になっておりますので、今16,500円から17,000円の相場ということを考えますと3倍以上になっているということになります。
私どもが扱っているものは工芸品になりますので、資産という形でお求めになられる方が多いようです。資産として、また投資家が金を数百万円かけて購入することも決して珍しいことではありません。銀行のように瀬戸際で詐欺を防ぐことが難しいのが現状です。高額で購入することは珍しくない。ですから犯罪グループも、投資なのだということを、販売する方を騙して怪しまれないようにしているということです。そしてもう一つ、これ金塊である金塊を選んでいる理由があるかもしれないんですよね。はい、金塊はですね、現金に比べて小さく、また、重さも軽いので持ち運びがしやすいという点も狙いの一つだと思われます。今私の手元に金塊のサンプルがあります。今私が持っているこのサイズで 1000g 1キロですけれども、これでお値段が今の価格ですと1700万円ですね。この薄さです。これが本物だったらってね、そうですね。ですが1700万円、このサイズでということですから、これは犯罪グループからしても現金を持ち歩くよりも圧倒的に便利だということです。だからこそ今金塊が求められているということなんです、ね。今でもね、この再現 VTR をご覧になって皆さんも思いなったかもしれませんけど、そんな金塊をね買って車の下に置くなんてそんなと思っても、実際に被害に遭われた方がいらっしゃるということは、いつそうなるか分かりませんよと思ったらいいことですよね。犯人グループは巧みな話術でですね、騙してくるので気をつけていただきたいと思います。そうなんです。ここまでお伝えをいたしましたのが、いわゆる一次被害という実際に北海道であった事例なんですが、最近私は聞いて驚いたんですが、二次被害というものが出てきているんです。もしこういった特殊詐欺、自分が被害に遭ったなと思った時に弁護士に相談する方もいらっしゃると思いますが、二次被害って一体どういうことかと言いますと、全国で被害が増えているのは、弁護士だと思って相談したその人が詐欺師だった、偽弁護士が急増中です。コマーシャルを挟んで詳しくお伝えします。今日のどさんこいでは緊急特集、特殊詐欺についてお伝えをしていますが、詐欺の被害に遭った方が、急いで相談をした相手、弁護士が実は偽弁護士だった、こういった被害が全国で増加をしているというお話です。暗躍する偽弁護士。特殊詐欺の被害に遭った方が被害回復のために弁護士に事件を依頼すると、そういったことはありますが、弁護士に着手金を支払ってもその着手金に相当するような被害の回復が受けられないと、そういった被害の相談が全国的に非常に増えている状況です。インターネットで見つけた弁護士に着手金を払ったものの連絡が取れなくなるという二次被害が多発しています。例えば1500万円の特殊詐欺に遭った60代の女性、被害回収に強いという弁護士に80万円の着手金を払った後に音信不通に。東京都の着手金トラブルの相談件数です。5年前と比べると去年でおよそ3倍の150件と急増しています。そこには弁護士の資格を持たない非弁護士という悪質な存在があったんです。非弁護士業者と提携をして処理をしているという弁護士事務所があります。非弁護士業者と提携することによってですね、インターネットで大量に集客をして大量に事件を受任して、そういった非弁業者に事件を処理させていると。また特殊詐欺の被害回復というのは非常に難しいというのが現状です。どうして難しいのかといいますと、特殊詐欺でお金を振り込んでしまったと。でその振り込んだ口座に対して差し押さえ等をしてお金を回収しようとしてもですね、その口座にはもうすでにお金が残ってないことが多いですね。少しでもお金を取り戻したいという方々の心理につけ込んだ悪質な詐欺なんですね。自分で調べた弁護士さんも偽物だったってことなんですね。そのインターネットの落とし穴ですけど、そうですね。から24時間いつでも受け付けてますよとか 100% お金戻ってきますよという、そういった甘い謳い文句には要注意だということで、この着手金トラブルにも注意をいただきたいと思いますが、今VTR の中で登場されました専門家の方がおっしゃっていましたが、そもそもこの弁護士の方にお願いをしたとしても、これ被害金が戻る可能性っていうのは特殊詐欺の場合は低いんですね。もしお金を振り込んでしまうとですね、犯人がすぐに出金するため、お金を取り戻すのが難しいというのが現状で。そうです。
ですからこの一時被害の話をお伝えしました特殊詐欺というのはそもそもやっぱり犯罪グループがすぐにお金を引き出してしまうので手元に戻ってしまう可能性というのは限りなく低いですよというところが現実なんですね。ですからやはりそもそも弁護士や警察に相談をする前にちゃんと一本の電話がこれが詐欺かどうかっていうのはこれは分からなければいけないというところですね。でもさっきの再現 VTR でそのなんかよく分かんないマネーロンダリングとかね、そんな言葉使えてあんたが容疑者ですと言ったらパニックにはなりますよね。ですが今パターンとして西中警部危険な言葉とか、手口っていうのがだいたい分かってきてはいるんですよね。電話でもしこのような言葉が聞こえてくると要注意です。あなたの口座が不正に利用されています。あなたに犯罪の容疑がかかっています。守秘義務があるからこの電話については誰にも言わないでください。今日中に〇〇をしてください。そういったものなんですが、これはどういった傾向にありますか。はい、犯人グループは被害者の方を焦らせる、そして不安にさせて、騙してお金を騙し取るというような手口がありますので、そのような焦らせる、不安にさせるようなキーワードがあったら注意をしていただきたいと思います。じゃあ警部あれですか、もうじゃあとりあえずその警察から電話があったとしても、ここに書いてあるような口座が不正に利用されているとか犯罪の容疑がかかっているなんてことは警察はまずこんなことは言わないって思った方がいいってことですか。電話でいきなりこのような話をすることはないと考えていただければと思います。だからもう少しでも怪しいなと思った場合は詐欺かもしれないって疑わなければいけない、そんな時代になってしまったということですが、もう一つポイントここにあります。 SNS に誘導をするということ、これが大きな傾向なんですよね。はい、冒頭でも偽警察官の動画を見ていただきましたけども、このようにですね、警察官がビデオ通話や SNS で連絡を取るということはありません。またですね、警察官が逮捕状や警察手帳の画像を SNS で送るといったことも絶対にありません。ですからオンライン上でこのような画面が表示されたりこういうことをしましょうと言われた場合はもうこれは 100% 詐欺だと思っていいんですね。はい、100% 詐欺です。やはり警察官は面と向かって警察手帳を見せるということはありますけれども、こういったオンライン上はないということ、これを知っておくだけでももしかしたら安心材料になるかもしれません。いやらしく後ろにちょっと制服かなんかこうかけてて ね、いかにもこう警察ですよみたいな雰囲気出すわけですね。オンラインではありえません。ここまでは我々が被害に遭わないためにどうすればいいかというお話をしてきました。ただ今加害者になるかもしれない、そんな状況になってきてしまっているんです。アルバイトだと思ったら絶望の始まり。これどういうことかと言いますと、今 SNS などをご覧になって簡単高収入短時間安心ノーリスクといったアルバイト募集を見かけたことがあるという方多いかもしれません。これは西中警部、闇バイトの募集の可能性が高いんですよね。はい、簡単高収入などだってですね、何が実際どんな働き方をされるかわからないというのは闇バイトの募集情報の可能性があります。ですからここで簡単にクリックして応募をしてしまうと、それが絶望の始まりという意味なんですね。どういったことかと言いますとこちらです。高額報酬の闇バイト、身分証明書脅迫、これはどういうことですか。はい、闇バイトに応募してしまうと免許証などの身分証明書を求められ、その後ですね、自身や家族に危害を加えるなどと脅迫をされて犯罪の実行をですね強要されてしまうと、そういうような状況にあります。闇バイトと気づいても私辞めますってことができなくなっちゃうってことなんですか。はい、脅迫されて抜け出せなくなってしまう。個人情報を人質に取られるということなんですね。ただ確認をしておきたいんですけれども、脅迫をされたとして、そして犯罪に加担をしてしまったとしても、それは許されることではないんですよね。はい、もちろん犯罪を実行してしまえば、警察に捕まり刑罰を受けることになります。ですから脅迫されても警察に相談、これはどういうことでしょう。はい、たとえ脅迫をされていてもですね、相談いただければ警察で保護しますので、犯罪を実行する前に警察に相談いただきたいと思います。個人情報を我々が持っているから絶対に警察に言うなと言われたとしても、やはり警察に相談するというのが大切になってきます。まあでも本当にその自分で調べた弁護士さんの情報も怪しかったなんてなると、もう警察もとりあえず110番でいいんですね、本当にね。もう本当に何が本当なのかっていうのがもう信じられなくなっちゃう世の中になってきましたけど、本当に緊急事態の時は110番でいいかもしれません。そしてもう一つ気になる方とか、相談をしたいという方に、そういった方に向けた相談ダイヤルというのが用意されています。今表示されている#9110、#9110、こちらに詐欺被害もしかしたらあったかもしれない、
ない、そして加担しているかもしれない、こういった相談ができるということですね。そして防犯情報アプリ北斗ポリスというものも現在ありまして、防犯情報だったりそういった最新の情報をこのアプリで知ることもできます。今巧妙化していますので、本当に少しでも怪しいなと思った時に対処するかどうかっていうのが西中警部大切になってきますね。はい、そうで手口を知って、被害に遭わないように注意していただきたいと思います。ここまで北海道警察本部西中警部にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。